こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は稼げる翻訳者になるために大切なたった一つのポイントについてお話ししたいと思います。以前にですね、翻訳者の年収ってどれぐらいなのっていう動画を作りました。その中で翻訳業界には大きく分けて3種類のレベルの翻訳者がいるというお話をしたと思います。一つは一元さんお断りでもう本当に職人気質で、ものすごく単価も高くて、新しいお客さんは取ってないでも十分稼げてるっていう、レストラン業界でいうと寿司職人系の翻訳者、その下に一応何でも幅広くこなすんだけれども新しいお客さんっていうのも開拓していて、少しずつ寿司職人にアップグレードできないかなみたいな方法を模索しているという、ファミレス系の翻訳者、それから、最後に、安い単価で、すぐに仕上げろとスピード重視でたくさん仕事をこなしているんだけれどもあまり単価が高くなくて忙しいっていう、ファーストフード系の翻訳者っていうのを3つ大きく分けて種類の、翻訳者がいるよっていうお話をしたと思います。その動画をご覧になった方々はきっとね、寿司職人系の翻訳者になるにはどうしたらいいんだろうっていうふうに思われた方も多いんじゃないかと思うので、今日はその寿司職人系翻訳者を目指すための心がけとして大切なことをお話ししたいと思います。稼げる翻訳者になるためのポイントっていうのはたった一つですね。非常にシンプルなんですけれども、それは替えの利かない翻訳者になることです。替えの利かない翻訳者っていうのはどういうことかというと、お客様にすごく大切にすごい重宝されてて、もし何かその翻訳者に何かがあって代わりの翻訳者を探さなきゃいけないっていう風になった時に、お客さんが本当に困ってしまうほどそれだけ頼られてて、大切に思ってもらえる翻訳者になっているということです。翻訳者っていうのは何か新しいものを最初に翻訳した時に、その全体的なトーンとかスタイルっていうのを、設定するという大切な役割があります。例えば文芸翻訳の世界なんかで見ていただくとお分かりだと思うんですけれども、翻訳者が変わるとその作品の仕上がりとか雰囲気っていうのが大きく変わってしまうっていうのが翻訳の世界ですね。例を挙げると、例えばサリンジャーの Catcher in the Rye っていう作品があるじゃないですか。ライ麦畑で捕まえてっていう風にのタイトルで野崎隆さんっていう方も訳されてるし、あと Catcher in the Rye っていうタイトルで村上春樹さんも、翻訳版を出されていますね。このタイトルとかその雰囲気を聞いていただくだけで分かると思うんですけれども、本当に翻訳者っていうのは作品のトーンとか雰囲気っていうのを大きく変えてしまうというか、その翻訳者の眼鏡っていうかフィルターを通じて見た世界っていうのが、全体の雰囲気になってしまうわけなんですね。なので一回こういうトーンを設定しようっていうので一人の翻訳者がそのトーンを決めると、それを大きく変えるっていうのは非常に難しいわけなんです。言ってみれば中国料理系のシェフが中国料理作ったとするじゃないですか。でもうそれは中華料理の味がするんだけど、そこに後からフレンチのシェフが入ってフレンチに変えようと思ってすごく努力してもどんなに頑張っても完璧なフレンチにはならないですね。ちょっとフレンチっぽい中華っていう風にはなるかもしれないけど、元のトーンっていうのは変えることができません。そんな感じで本当に翻訳者が変わると、全体の作品の雰囲気とか印象っていうのが大きく変わってしまうっていうのが翻訳の世界です。なので同じ作品が何度も別な翻訳者によって翻訳されていて、でそれを読むと雰囲気が変わったりとかっていうことは非常によくあるわけなんですね。で聖書なんかも作品自体は全然変わってないのにもかかわらず改訳版いろんなバージョンでその時代ごとに翻訳版が出ています。これは翻訳には賞味期限があるっていうこともあるんですけれども、その時代に求められるスタイルに
作り変えていくっていうね作業が必要だからっていうのもあると思うんですけれども、そういうわけで翻訳者っていうのは最初に翻訳する翻訳者っていうのは非常に重要な役割を担っているんですね。なのでそのトーンを設定する翻訳者っていうのは一回文言翻訳だったらもちろんなんですけれども、産業翻訳においてもそれは同じで、新たにその製品のアップデートがかかると必ずそのアップデートがかかるたびに同じ翻訳者が呼び戻されて、そのアップデートに手を加えるという作業をすることになります。ですから一回このメインの翻訳者に抜擢されると、その製品のアップデートがかかるたびにリピーターとして声をかけていただける。お客さんとしては最初にその翻訳をお願いした時に、そのメインとなった翻訳者の人に製品の説明とかもして、いわゆる教育ですよ。教育をしていろいろとその会社の背景であったりとか、その製品知識であったりとかっていうことを教えるということに時間もお金もかけているわけですから、何度も何度も新しい翻訳者でその度に変えていたら、毎回そのトレーニングにも時間がかかるし、トーンが変わるっていうのもよろしくないので、メインの翻訳者に繰り返し声がかかるっていう風になっていきます。でこのようにして、メインの翻訳者が、替えの利かない翻訳者になっていくわけなんですね。でその替えの利かない翻訳者になるためにはどうすればいいかっていうと、もちろんその翻訳のスキルっていうのを磨いて英語を勉強して間違いのない翻訳を必ず生み出せるように普段から訓練をしておくっていうのももちろん大事なんですけれども、その他にもいろいろな方法があります。私の知り合いの例でお話をしたいんですけれども、私の友達でですね、地元の会社から翻訳の仕事を受けるようになったんだけれども、そのうちにその会社の海外から来るメールとか電話のやり取りにも対応してくれって言われるようになって、で週に何日かとかその会社に出向くようになって、でただその文書の翻訳だけじゃなくって窓口係のようなものもお手伝いをし始めたと。でそうこうしているうちにその会社で海外出張があることになって、でその時にまたその私の友達が声をかけられて、その海外出張にも通訳さんみたいな形で同行してくださいと言われて、で社員の人たちと一緒にその友達も海外へ行って、で通訳の役割を果たしたっていうふうに聞いたことがあります。でもうその会社に出入りして、その会社の製品の知識とか会社の状況とか、あと連絡先の人とかを知ってるっていうのはその私の友達の翻訳者だけですから、これもまた替えの利かない翻訳者になっているという例と言えると思います。でここまで重宝されて、ただ翻訳やってくれるだけじゃなくって、状況も分かってて関係者も知ってて、で通訳もできて、ここまで付加価値を提供できる翻訳者になったらもう鬼に金棒というかね、お客さん側も手放したくない翻訳者になっているという状況なので、もう彼はきっとずっとこの会社で重宝されていくのではないかなと思います。もう一つ例を挙げると、これは私が長年関与している翻訳のプロジェクトなんですけれども、その中に一人ですね、その翻訳について知識が深い仲間のメインのトランスレーターの方がいらっしゃいます。で彼女はどこまですごいかというとですね、誰か新しい人が入ってきて翻訳をするじゃないですか。でそれを見てて、この用語は1年前の何月に変更になってるはずなのにまだ古いのを使っていますねとか、もうそういう用語の変更がこういうふうにあったとか、そういうような細かいことまで全部覚えてるし、下手するとですよ、その会社にいらっしゃる社員の方よりも翻訳に関して内情っていうかをよくご存知の方になってるんです。いわばGoTo パーソンですよ。日本でなんか GoTo キャンペーンっていう言葉があるそうですけれども、その GoTo とはちょっと違ってですね、頼りになる大黒柱的な、何かあった時に駆けつける人って GoTo パーソンって言うんですけど、もう彼女こそはもうそのプロジェクトの GoTo パーソンだと思いますね。私ももうそのプロジェクトに長年関与してますけれども、彼女ほど知識深くないし、もう彼女には本当に脱帽でございます。で、翻訳も上手なので、一緒にお仕事させていただいていつも勉強になるなと思いながら
チームの一員として私は参加させていただいている次第なんですけれども、そんな感じで、彼女みたいに生き字引そのプロジェクトの生き字引的な立ち位置にまでなってしまうとですね、お客さんとしても彼女を手放したくない。で、普通の翻訳者以上に仕事をしてくれるし、間違いもなく仕事してくれるからっていうので、そのお客さん側の方からこんなレートでお仕事をお願いするの申し訳ないからっていう感じで料金が上がったっていう話も聞いたことがあります。もうそこまでいっちゃうと本当に替えの利かない翻訳者としての地位を獲得したと言えると思いますね。私の以前のビデオでお話をした寿司職人系の、翻訳者っていうのはそういう替えの利かない立ち位置をもう獲得している翻訳者さんですね。で、大抵そういう方はそう替えの利かない翻訳者として扱っていただいているお客さんっていうのが何社かあるっていう状況になっていると思います。翻訳っていうのは確かに翻訳の技術とか英語の知識とかそういうのももちろん大事なんですけれども、結局のところは、ビジネスであり関係を大事にするっていうところが根本にあるので、いかに自分のお客さんを大切にするかで、そしてお客さんからももうこの人でなければダメっていう風に言われるほどその会社のためになって貢献して、それでいい良好な関係を築いているかっていうのが鍵になっているんじゃないかなと思います。これから翻訳者になりたいって考えていらっしゃる方は、最初は大きい翻訳会社とかに登録をして、いわゆるデータベースに登録をしてもらって、替えの利く翻訳者っていうところからスタートをしていく方が多いんじゃないかと思いますけれども、そういった付加価値を提供しつつ存在感の強い替えの利かない翻訳者になっていくように努力をすれば、稼げる翻訳者に少しずつなっていくのではないかと思います。翻訳を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.